にちは。今回は推しの子第25話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。有馬はダメで茜が良いっていうのはなんで？アイドルじゃなくて女優だから。年下のママ。年下の年上だぞ。レムチョ優しい。これもママだろ。年上の包容力。美味しい役回りだなこいつ。レムママかわいい。中身30で転生したドルオタってのがどうしても引っかかってしまう。中身 27+16、43くらいになってるのでは。そこまでいくともアイドルファンとか冷めないんだろうか。自分の年齢の半分以下の女に入れ込むとか。まあ愛は産んでくれた母親でもあったからな。ただのファンじゃなくて思い入れのある患者がファンだったアイドルってのがあるから。それ言ったらルビーも中30くらいじゃね。この漫画ピンクの子かなり持て余してたよね。何かで使ってきそうと思ったけどただのモブだったな。メムチョからしてそんなうまく使えたわけじゃないからな。割と空気だし。なんなら腹違いの兄弟のことも微妙に持て余して。グラドルという芸能界でエグい目に合いそうなキャラだけどな。リアルピカチュウくんが推しの子見たらショック受けるだろう。ギリギリすぎるネタだな。ピカチュウくんもそろそろ成人した頃か。アクアとルビーも大概キラキラネームだけどな。ずれますか。元社長か。まあいつか出るだろうとは思ってたけど、もうずっと黒い星のままなのかな。なんかルビーの黒星違和感ない。事務所の社長。白箱を思い出す。やっぱ推しの子面白いな。おもろいやん。いつからつまらなくなるの？教えてくれよ原作中。最終回じゃね。それを敷いたら面白くないやろが。もうアホ可愛かったルビーはいない。逃げた社長だっけか。逃げた青年にアイモンが社長業をしてるんだっけ。そうそう。2期は1期が大ヒットしたせいで力入りすぎて作画や演出過剰になりすぎてたけど、3期はそこんとこ改善されて落ち着いてそうだな。やっぱ作画ええな。おっぱいおっぱい。メムチョのおっぱいが成長してる。メムチョいいお姉さんしてるな。重曹ちゃんが曇ったのはファンに振られたからだけど、ルビーは何だって。先生が殺されたから。ボローが死んだと確定したから。恩人の死体確認。重曹ちゃんは今泣いてるんだ。アスラン。1話目からシリアスってる。不安やな。レムチョ動きます。ネムチョママ。ママ。サスケ。逆だったかもしれねえ。これを下押す必要だ。これ中身が50代の中年とかじゃなくてよかったな。元の年齢足す18歳やからそんくらいちゃう。両宮だけは信じれる。みなみちゃん好き。声優に学生時代からの彼氏がいたらファンは切れるんだよ。可能性が見出したらいかんのよ。やべえ早く続きみたい。もう枕でも何でもする覚悟に見える。体感15分。推しの子とチーカは今最もノリに乗ってるスタジオが動画工房。出来絵な推しの子。いくらアニメの出来が良くても原作がね。改変すれば OK。今期の光落ちまではおもろいとこやろ。舞台で脱落したけど見れるやん。 PV と死体見つけた時やなおもろかったの。なんや舞台編よりは面白そうやん。3期目はどのアニメと合体事故を起こすんだろうな。テンポいいとあっという間だな。ちょっと終わるの早いか。C あるかと思ったがそのまま終わった。なんだかんだアニメは面白いな。この先いろいろあるけどメムチョの場面がアニメで作られて本当に良かった。これからまた何か動き出すって感じで面白かった。メムチョは報われてほしい。レムチョの苦労は大きいな。大人だからな。さりげにいろんな意味で苦労人だよな。メムチョ一人だけ恋愛に関わってないから逆に問いためる。このグループメムチョがいないとダメなのでは。メムチョ報われて。この年でアイドルやれてるのは報われておろう。いい女だよな。26はまだまだ若いしな。比較対象が未成年だと自分がおばさん的に見えるんだろうな。簡単メムチョ好き。重曹ちゃんの彼氏バレは心配するのに茜はいいのか。
茜とは恋愛リアリティショーからの流れだから問題ない。有馬かなを守りたいから距離を置く。じゃあ茜は。それじゃあ黒川茜さんの方が当て馬みたいじゃないですか。勝利者などいない。メムチョの優しさに惚れた。角のある人がいい人だった。さすが年の子、年齢の話をするな。一癖も二癖もあってめんどくさい女ばかりの中、唯一のまともなキャラだもんな。アクアは本来こういう相手の方がいいよ。面白かった。それにしてもメムチョは人間関係の調整に忙しいな。影の功労者だわ。 YouTube やら SNS でいい小町の宣伝も欠かさずしてくれてるし神だね。年の子だな。メムチョは他人のこと気にしすぎてるな。人としては高得点だけどアイドルとしては致命的な性格に見える。原作の大炎上をある程度中和したメムチョは偉大。こいつをサブキャラで終わらすつもりだった赤さん。かぐや様の初期くらい重要な子字なのに。メムチョ冒頭でパソコンいらってる時とそれ以外とで胸の大きさ違いすぎる。さりげなく前回までのおさらいの今回、アクアたち未成年なこととかメムチョがもうじき30とか、アクアが前世者とか、いろいろ忘れてたことを思い出した。なんかもうだいぶ忘れとるけど、俳優の人と半兄弟設定はパパの人が托卵したんだっけか。あといちごさんってママがいた事務所の社長だっけ。あと茜と付き合ってるのは名探偵利用できるからだっけか。最初は名探偵利用するつもりだったけど父親が死んでると聞いて浄化されて普通に付き合ってるんじゃないかな。重曹ちゃん振られちゃった。でも茜ちんにも幸せになってほしいし辛いわ。アクアがメムチョのマンションに行くところが盗撮されたら有馬と茜はメンタル崩壊。重曹がもはや公式になっててわろた。黒川茜とか EIQ 高いムチムチ女優。やっぱ岩見真中の演技いいな。茜と同じく超実力派だし。カナとアイとルビーは女受けが良くて茜は男受けが良い。でも女読者が圧倒的に多いから茜は人気が控えめに見える。茜が一番嫌いなんだが、あれって男人気高いんだ。やっぱ男からしたら茜みたいな女が一番都合いいからじゃない。カナックを期待していた人からしたら後から出てきて気に入らないのもわかるけど。面白いけど情報量が多いな。どれが伏線かを確認しながら見てる。あと内容的に暗い。この先有馬のスキャンダル展開だしな。ドルオタ店員、あんな顔の良い若い店員原作にいたっけ。みなみちゃんの出番増やしてほしい。みなみちゃんはルビーちゃんが胸の大きさに驚いてたグラビアの子だっけ。最終目標は何だろう。みなみちゃんのグッズもっと欲しい。 B 小町がオープニング歌ってるのは良かった。ダンスも綺麗だったし。今回だけの特殊オープニングで次からはエンディングで流れた方だな。あれ挿入曲扱いになってたから1話だけじゃね。エンディングで流れたのがオープニング曲だろ。実際あの挿入曲とエンディングで流した曲をそのままオープニングエンディングにした方が良いかなと思った。本当のエンディングは何かノリがいい曲だったな。まだアニメでは流れてないが。3期1話だからかもしんないけど、めちゃくちゃ絵を動かしてた。こんなにキャラ動かしてたっけ。なんか動画工房気合入ってる。2期の時も動きすごかったよ。デザインと作画でキャラがキラキラして見えるのが、パッと見でも芸能人感のオーラが画面効果として出ててすごいと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。